こんにちは。こんにちは。はい、2回目になるかもしれないですけども、改めて大盆栽祭り、大勢の方に来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当によく言う北は北海道から南は沖縄までというんですけど、本当に北海道の方はね、私の五葉松これいいねって言って買っていただいた方もいたし、沖縄の方はですね、ご夫婦でこの草は沖縄で育つって言って大丈夫ですよって言って買われた方もいて、本当にね、全国大阪も富山も兵庫も九州の方もたくさん来ていただきましてありがとうございました。で、今日はですね、盆栽をこれは売るはずが売れ残っちゃったもの、もったいねえから高い値段をつけて売れなくってよかった反面悔しい反面というのをちょっとご紹介したいということと、購入したものの紹介、はい、というのをやりたいと思います。ここのところ何年かは本当に1鉢か2鉢ぐらいしか買ってなかったんですね。減らさなきゃいけないから、はい、なのでね、今回ちょっといっぱい買っちゃったんで、そこら辺のご紹介ということで、単なる自慢動画にならないようにですね、いろんな背景であったりだとかちょいちょい情報をお伝えしながら、今日はNHK の、番組収録されているということなんで、教育 YouTube チャンネルとしてね真面目にお届けしたいと思いますんで。今さ結構喋ってましたね、さっき。出たらどうしよう。Q さんも一生懸命アピールしたんだけど、結構顔気づいてた。今さ喋りすぎちゃう。まあいいや、はい、ということで真面目に今日はお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、まずですね、こちらね、実は売れ残った商品、売れなくてもいいよと言いながら、実際、売れなくて、よかったなという反面、はい、なんで売れなかっただっていう悲しい反面というのがあってですね、これはですね、この私が YouTube 始めて、初期の頃にやった3本のうちの1本、で、割とQ さん割とお気に入りであったと思うんですけど、でこれが売れ残って、結構ね動画を見て、これ動画でやってたやつだって言いながらもスッと置いた人が結構いました。値段が高いのか物があまり納得しなかったのか、だから悔しいわけですよ。なんで今年1年これ作って、シャリ入れてきれいに作って、来年もっと高い値段出して、なるほど、買わなかった人にギャフンと言わせてやろう。なるほどなんであの時買わなかったんだっていうふうにギャフンと言わせるっていうのがこちら、でもう一つこれね、これも動画でやったやつですね。でこれ売れないですよね、この状態だとね。ちょっとね、これはね、棚に置いといて、高木さんが棚を片付けてる時に、平間さんこれどうするんですかって、どうするんですかっていうのは邪魔だよって置きっぱなしでしたもんね。今遠回しに邪魔だよって言ってるんで、お祭り出したんですけど、これもちょっと高い値段を出しました。で実はこれ動画の時にもう一回見直してほしいんですけど、この太らせるっていうのは、幹を太らせるためだから、この目的っていうのは小さくて太い木を作るためにこれを走らせたんですけど、これがあまりにもいっぱいあって元気良すぎちゃって、下の大事なその作る枝が枯れちゃってたっていうのが前回の動画だったんですね。で本当に小さい芽があって大丈夫かどうかなっていうんで、一応保険としてとりあえず1本だけに、して減らして、で、これで仮に作ってみようかという形で、これを頭としてって、これは差し枝としてで一応作っておいたやつ。ところだからですね、これ見てくださいよ。芽ができてきたんですよ。ここの芽がほとんどなかったんですよ。ちっちゃい芽があるかどうか分かんないぐらいのちっちゃい芽があって、それがこの辺なんかもう元気ですけど、こういうのとかこういうのができてきた、ということで、今年これを見て買わなかった方、これね、やがてここで切ります。やばくないですか？このやばいっつって NHK とてもすごくないですか？これだけの高さでこれだけの太さの赤松ができるって、できれば、もうおそらく今年出した倍ぐらいに値段しちゃおうかなっていうぐらいすごい気になっちゃうんで、今日はですね、もうこの枝は先ほど言ったようにこの下を太らせるためのやつなんで、もうお役御免と、お
役目ごめんということで、これはですね、ここで、一旦もう切っちゃおうかなと。これどこだ、これじゃねえや、ここか。もう用はなし。用はなし。だったら売る前に食っとけよって話ですよね。その方が売れたでしょうね。これだから売れなかったんだけど、まあ売れなくてもよかったんで、また切りが見つかりました。購入品紹介の動画だと思ってたけど、購入品まだ行かないっていう。もうだいぶ時間、これ余計だったんですけどね。ごちゃ後かと思って。今日来て思いついて、これやろうっつって、切りますね。切ります。ちょっとほら作業的なこともやらないと。そうすると、まあとりあえずですよ、これが頭でこれ小さく作っておいてというお遊びをしながらも、これが今度は栄養を引っ張る役目するわけですね。この辺の、この枝よりも上にみんなありますんで、これがみんな栄養を引っ張ってくれて、こいつを元気にしてくれる、手助けをしてくれると。最終的にだからこれが頭になるみたいな。そうこれ頭ですね。でこのサイズに大きく切っちゃうと。そうだから今年切っといてよかったですやっぱり。だから今もうここ力が強すぎちゃうと今度こちらに栄養が行きづらいので、これを抑えて。で、ある程度こう引っ張る枝があってこの芽を元気にさせてあげるということで下で小さく作っていくとまあえらいものになっちゃうということで、これも今年買わなかった人ギャフンと言わせたいと楽しみにしてますなんでお客さんを敵に回すのか分かんないけどギャフンと言わせたいということで、という売れ残り紹介ということになります。逆にこれ以外は売れたんですか？ほとんど売れました。だから2日まあちょっと残ってますけど、大量に出しましたよね。出しましたね。2日目でなくなっちゃったんで3日目出しました。3日目出して売りたくないものを値下げして出したっていう意味わかんないですね。いやだからもうしょうがない、だって物がないと申し訳ないんで、実際先ほど言ったその北海道の方は3日目ですよね。私棚から引っ張ってやったやつを見つけてこれいいねって買っていただいた方がいらっしゃったんですけど、いずれにしても3日目出したやつもほとんどなくなってしまったということで、おかげさまでありがとうございましたということですね。というのが売れ残った商品紹介。ここから本番です。本番です。で、今年はですね、たくさん買っちゃいました。一番のお目当ては実はこちらなんですね。丸中さんのところの師匠横枕さんが作られた接ぎ木の御用松ということで、お祭りが始まるちょっと前にですね、たまたまというか動画をですね、那須娘の目継ぎだから接ぎ木という動画があって、それを見てたら本当に欲しくなっちゃって、でちょっと丸中さんと連絡を取り合ってですね、購入したいと、小さくて太い木が欲しいんだということで、いろいろと情報をいただいてですね、初日の朝一で行ったと。行って Q さんが撮られた盆栽 Q の盆栽祭りの紹介ビデオにも出てましたけど、お値段だったじゃないですか。あれは6万円ぐらいでしょ。言っちゃいますよね。6万円ですね。で私行った時にこれがね2、30鉢あったんです。御用松の接ぎ木が。で丸中さんから今着いたよってで、早く取らないとなくなっちゃうよって言われて、もう走ってってでチラチラといたんですけど、私はですねパッと見た時にもうまずちょっと寄っていいですかっていう方で、その中からパッと見て分けたんです。10鉢ぐらい、下のカゴにあったやつを、棚の方に10鉢ぐらいバッと上げたんですね。そしたら周りの人はやっぱり昼はまとめて10鉢買うんじゃないかってなるわけですよ。でだんだん人が増えてきちゃって、でまた爆買いが始まるとギャラリーが、だってね金額言ったらうん十万って話じゃないですか。買うのかって昼間があってっていうことで、その中から、いくつかさらにこう第2選択をしまして、で最後3本残ったんですね。またね人がいたから値段交渉もあんまり嫌なんでこっち持ってったらまたついてきてる人がもう本当にいてほしかったんですけど、で
3本って最初言ってたんですけど、日本になって、これを購入したと。なるほど。で、要はギャラリーの人いなかったらもうちょっと安くしてよって、安くしてってもっと量を買ってたかもしれないんですけど、こんだけ買うから安くしてよってね。ただあんまり爆買いしてもね、楽しみにしてる人もいるし、っていうことで、2つで、したんですけど、ちょっと1個ずつ紹介。そうですね。でね、ちょっとこの話もうちょっとしたいのはこれ長いか。で、私がもともとは那須娘の、もしくは福娘の、継いだやつが欲しいという話をしたんですけど、最初は師匠もですね、これは明星だよとか、これは宮島だよとかって言ってくれたんですけど、どれが那須娘ですかねという話をしたら、よくわかんないんだけど、那須娘って思えばいいじゃんって言われて、これ福娘と思えばいいじゃんって言われて、そうだなって、実際はね、それって保証される何もないんで、自分がいいと思ったものがいいかなと思って、で最終的にこの2つを買ったんですけど、ちょっと発祥違うの違いますね。でこれはあえて通常の五葉松に近い、目が少し伸びるんですけど、でもピーンという発祥のいいですけど、本来の五葉松っぽい五葉松、でこっちはさらに目が詰まっている五葉松だったので、あえて違う目のものを購入しました。でちょっとせっかくなんでお勉強の話をすると、これはですね、これだけ1年間でもう伸びちゃうということなんで、ここら辺をこう積んであげるんですね。積んであげる。これまた流行っちゃいますね。このピンセット、また流行っちゃう。初期ピンセット、それ在庫がね全然ないんですよ。ないんですよね。正国さんでも、菊川さんもないらしいんですね。この盆栽球のおかげで。そうですね。なんか在庫がないっていう。何パーかね。本当にね。ということで、こういうふうにしてあげて、少し詰めてあげる。で、前お話ししたかもしれないですけど、ここの軸のところ、ここはもうしょうがないです。この軸のところ、これだけはもう成長しちゃってるんで、これ小枝になります。でこれが葉っぱになります、ちっちゃいやつが。ですからそれだけ大きくなっちゃうんで、ここももうちょっと例えばここで積んであげると。そうするとどうなるんですか？いや、そうするとこれが去年の葉っぱですから、葉っぱの大きさが変わらないわけですね。これ少し伸びますけど、じゃないとどんどん毎年大きくなっていっちゃう。だから今年この葉っぱはこの大きさなわけですけど、これまたこれ伸びますよね、葉っぱが。そうするとまた5ミリか1センチぐらい大きくなっていっちゃう。それを抑えるためにこういうのを少し目を変えてあげると。先端だけですね。先端だけですね。で必ずこの葉っぱが残るように、このトゲトゲしてる部分が残るように、でこのまっすぐのところはもう小枝で葉っぱがないですから、ここで切ると枯れます。これそれも言うとこないですね。そうですね。これで赤松黒松みたいにやっちゃうとビキリってやんないんでダメですね。ということで、葉っぱを残してこの軸のところは刃が出ませんから、ここで絶対切っちゃいけませんよ。で必ず葉っぱ残して切るんですよっていうのをちょっと勉強のところ。なるほど。ということで2つ買いましたっていう。これいいですよね。この五葉松の特徴は、だから必要なとこだけ継いでるってことですね。そうですね。もともと多分黒ですよね、これね。そう私実は五葉に継いでるんだと思ったら、やはり黒に継いでるよって、そうですかっていうことで、黒松の曲のところとかに1の枝2の枝3の裏枝、頭みたいな感じで継いでるってことですね。そうです。で結構多めに継いでると思います。なのでこの木のいいのはやっぱり幹模様が非常に面白い。これだけ小さいのにこんな模様ついてるのってなかなかないんで、これが良かったのと、こちらもやっぱり葉性がいいのと、ちょっとねこの小幹が良くないですか。これなんか見えないですよね。そうですね。ちょっと肥料が邪魔してるか。ここに小枝があってね、ちょっとこう出てるんですけど、ちゃんとね曲もありそうですね。そう上もね実はあるんですよ。そこまでよく吟味して2つ選びましたんで。なるほど。結構ね2日目ぐらいに売り切れちゃってるぐらい。売り切れちゃったって、だって3日目って結構早めにもう帰られてましたもんね。感じだったみたいです。そういうことで大盛況でよかったです。また来年も来てくれるといいですね。というのが五葉松のお話で、今度ね長寿梅、これがね安かったんですよ。いっぱいあったんですよ。これたくさんあった中で本当に安かったんです。数千円。これどこのお店ですか？これも当然当然のセット。
先生、小林先生、小林先生のとこ、がもうカゴでいっぱいだ大量にあったからものすごく安かった。多分5000円ぐらいで売っても全然おかしくない。そうですね。あ、じゃあもっと安いってことは。こんだけ古くてちょっとあんま見えない。あ、ごめんなさい。これとかこんなんですよね。こんないい木がね。こんないい木が、本当にお安くって。はい、長寿梅。長寿梅よかったです。長寿園のだから教室のブースですよね。教室のブースいっぱいあったんです。購入された方もいっぱいいると思います。知らなかった。古いしね。そうで、これはなんとなく作り方似てません？この横枕さんと。二重鉢みたいになって、確かに。で、ちょっと理由を話しておくと、こちらは鉢がちっちゃいんで倒れないように下をやってるそうです、二重鉢でこれは鉢から出た根がさらに下に行ってできていると。この下に根が伸びてる、根が伸びてる。だから根の成長を促すためにやってるんで、これを植え替えるときは一回バサッと全部切っちゃっていいよって言われてます。そうで下は捨てないでください。購入された方、そこからまた出てくる可能性があるんです。まあそうですね。二度美味しいっていう簡単に寝伏せができちゃうよっていう。そうもう根ができてる生きてる寝伏せみたいなアイデアですね。アイデアだからこれで非常にちょっとやりづらいんですけどね、奥の方入っちゃってて、ただやるときはやっぱり上だけ欲しいっていう方いたんで、販売してるときにザクザクって切りましたけど、下に生きてるまあ根というか枝というか根付きの枝というかそれが残ってるんで、それもまた、使えるということですね。これはね、逆に少し下のやつはずっとやっていくと面白いねってできますね。こういうのはもうしばらくこれでも植え替えしないで、下は下で多分面白い根ができるんですよ、いっぱい。お宝がこの中にあるっていう感じ。なるほど。長寿はよくあるんですけど、植え替えするときにね、お宝がいっぱい出てくるっていうことあるんで。すでにここの中でぐるぐるになってたら場合、もうあると思いますけどね。ここからまた細いのがいって、そうですね。まだ下でぐるぐるいくのかな。そうですね。まあただ真ん中の穴から出てるはずなんで、多分一箇所ぐらいにこう集まってると思うんですね。だからそこからまた葉っぱが出てくるっていう。次にですね、ローヤガキ。これも面白い。これね。ここがすごい。でしょ？ローヤガキこれね、これも先生値段聞いてびっくり。2700円なんですよ。全部で、これは細い方。他はみんなもっとこれぐらいの根のやつもありました、幹の。そんな安かったんですか？すっごい安かったんで、もうべらぼうな値段だったんで、私も買いたかったんですけども、ちょっと物を置けないんで、とりあえず一鉢だけいただいて、であとは知ってる方にお勧めしました。あれも徘徊なかったです。ローヤガキはちょっとね、またね、お勉強の話で、私もいろいろ調べて不思議だなと思ったんで、ちょっと紹介したいのは、ローヤガキはオスキとメスキがあります。オスメスだから雌雄イカブっていうんですかね。オスとメスって別ですよ。一つの木の中にオスとメスが、オス花メス花が一緒に、咲く樹種のものと、ローヤガキっていうのはオスの花が咲くオスギとメスの花が咲くメスギっていうふうに、だからイカブなんですね。同株ではなくて、なんですけど、最近はですね、一つの木の中にオスメスが両方が、咲くような改良されて、そういうのもできてきてるそうです。で、ちょっとね、花の話をすると、ちょっとまだちっちゃいんで、この辺にいっぱい実ができてる、実っていうか、どれがいいかな、この辺かな、この辺にちょっとできてますよね。こういうのとか、花芽ですね。で、オスの花っていうのは、こういうなんかこうつぼんだような花で、メスもほぼ同じような花なんですけど、ちょっとこう開いてます。先端がちょっと口が開いてるような感じで、特徴もっと分かりやすいのはこのガクというかヘタというか、これがついてるのがメスです。でこれメス実ができるんですね。実ができるんですね。で、写真でも見たし、先ほど言ったネットで調べてたら、一本の中でオスメスができるケースもある。で街路樹なんかのというか庭で咲いてる柿って一本の木で柿できる。確かに。そうあれはだから同株なんですよね。雌雄オスメスが同株で柿ができる。でこれも本来はオスメス別だよと言いながらもできるものもある。でちょっと
ねその話をさっきしてて面白かったのが、その他に例えば美男カズラだとか、そういうのもそうなんですけど、一本の中でその同株で、実ができるのもあるんですけど、意外とすぐ実が落ちちゃったりとか種が入ってないとか、同株と言いながらもできづらいことがあって、やっぱりオスとメスってそれぞれ、別にあった方が、別の木であった方が実つきっていいねというちょっと結論の中で話したので、ちょっとややこしいですね。あれですよね、一つの木のオスメスはちょっと弱い、別の木の方が強いよっていう。だからそう同じ中に、両方同株であってもそれぞれ別のオス木はオス木、メス木はメス木であった方がいいですよ。だからオス木がこれもね、種まくとね、なんか6割とか7割ぐらいがオス木が出るらしいんで、ただみんなやっぱりこうやって実を見たいんでメス木が人気あるんですよ。そうですね、なんで1本だけオス木を持ってですね、あとメス木を培養されるといいかなということで、ちょっとなんか話さないといけないかなと思ったんで、ね、君のミニ防災日和を見て勉強しました。はい、まあ面白い木ですよねこれね。ね、曲寝伏せかな。そうだからこれもだから多分この辺でちっちゃく作りたいんですよね。そうですね。将来的にはね、これでできてくれれば。寝伏せっていうかこれ根ですよね。ね、値上がりっていうのか。ね、さっきNHK の方にも話しちゃったんですけど、ここは完全に根です。ね。でもしかしたらこの辺まで根だったかもしれない。はい。ね、というねいいか、ロレアガキの話。はい。ツタこれですね。これは今から紹介するちょっと赤松を購入しました。これも古い先生が毎年東樹園のブースのすぐ隣でですね、販売されてる本当に古い先生なんですよ。でその方が販売されたんで、くださいということで購入して、でこのどれか好きなの持ってっていいよっていうんでいただいたツタですけど、これ結構いいんですよね。いいですね。形がいい。でこれはあんまりね、夏ツタとかアメリカツタとかツタの種類もいっぱいあるんですけど、ツタだって言われました。ツタらしいです。なんとかツタじゃなくてツタっていうことなんで、まあちょっとあんまりね、私ツタって好きじゃないって言うと怒られちゃうんですけど、持ってないんですけど、まあこれは持ってるといいかな。でも紅葉めちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗ですよね。これはだからちょっと面白い。そうですね。まあもしかしたら多分ここから葉刈りすれば葉っぱもまたちっちゃくなるし。なるほどね。結構僕は好きですけどね。これで切って小さくなりました。なります。葉刈りをどんぐらいですか？梅雨とか。いや私やんないからわかんないけど。葉刈りするともう一回出てきます。じゃあQさんから教わっちゃった。ということで葉刈りをして、もうそろそろ？まだもうちょっさっきじゃないですか。さすが。ちょっと正確には。私カメラ撮りましょうか。いいですか？それぞれ盆栽を入れるんですか？ Did you decide? For example, this 大丈夫です。 is for はい。正解。これはですね、ちょっと大きな赤松を買ってしまいました。実はですね、買ったのは反対見てここで買ったんですね。この自然味あるというか野趣というか変化が面白くて。これ土ですよね。そこら辺はちょっと土ですよね。まあここら辺は汚れでしたと思うんですけど、この辺の面白みっていうか、これが面白いなと思って、でもよく私足元だけで買うっていうんですけど、ここだけで買って、で実はねこっちもいいんですよ。こっちもいいんで、これはその先生がここの教室の古い先生が作られた木で、もう朝一番でもうパッと見つけてくださいと。あれねかっこよかったんですよ。これね、次に撮っとこうかな。今言ったようにこれ見た瞬間に先生くださいって値段聞いてないんですよ。くださいって言って、で昔浜野会長がよく言われてたのが、やっぱり旦那衆、昔の旦那さんで、浜野さんこの木いいねって、でこれもらってくよって値段をねやっぱ聞かないで買っていくっていう。でそれを言われるとやっぱり良心的っていうか、それ信用してるわけですよ、お互いを。その高くふっかけないとかって、だからもう買っていくっていう。だから安いか高いかじゃなくて、いいか悪いかっ
で買うっていう、そういうまあちょっとかっこつけた買い物をしたということを言いたかっただけなんですけど、だけど正面はこれ見て買ったって言ったんだけど、正面そっちです。そうですねそうだけどここも面白いんで、まあこれはいいかなと、ただこれはいかんせんでかすぎる、私には棚に置けないじゃん。置けない置けない。じゃあなんで買ったんだっていう話ですよ。衝動買いなんですよ。もうこれ見て、あ、もうくださいって。で実はこれね、買う時に業者の人が横にいたんです、欲しがってたんですよ。僕 P でいいと思うんですけど、コウメンさん好きそう好きそうですね。であの人が意外とでかいの買うんですよね、でなんかご用のこういう値上がりの買ってましたけど、で見ててずっといたんで、まずい、私がここの先生だからって優先権あるぞみたいな顔をして、なんでまあ購入したんですね、先生と言って。でまあ先生がじゃあいくらでいいかということで、あ、もうぜひっていうことで、まあ、購入したきっていうことなんで、これは何しろいかんせんでかすぎるんで、ちょっとこれを作る動画っていうのを次回でも作るっつっても、いやもうまあどうするかなんですよ。とりあえずやりたいのはちっちゃくしたい、どれをどう作っていくか。じゃあもうこれ切るまあこうご期待いやまあなくてもできそうな気は、小さく作りたいっていうのはまあプラスアルファで、まずこれをっていうか、まあ失礼な話で先生が作った木ですから置けないから大先生なんですよ本当に置けないからですよ。仕方ない、これベストなんです、この形がベストなんだけど、私の棚には大きすぎる、でなんで買ったんだ、でもここがいいから買ったんだけど、まあ小さくしたいということで、次週ですね、どう小さくするのか、どうするのかを楽しみにしてみたいと。でもう一回改めて表裏見直してですね、本当にできないかとかね、なるほど、いうことをちょっとやってみたいんで、今日はちょっと時間がないですからまあ次回ね、ちょっとどんな風になるかっていうのを楽しみに待ってていただきたいと思います、もしかしたら同じ格好してるかもしれないこの後わかりましたということで今日頑張りますんで、じゃない次週頑張りますんでよろしくお願いします。で今日はまあとりあえずそういうことで紹介ということで、で言っときたかったの、まあいいや、とりあえず締めましょうということで防災紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でおまけコーナーでおまけまあ別に面白い話じゃなくて、いい話、で、この大盆栽祭りで我々って、こうやってまさしくお祭り作業してるわけですよ、盆栽好きな人たちにとっては、でこれって、今回が第42回なんですね、でコロナの時に、お休みしてる時もあったんで、まあほぼほぼ45年ぐらい前におそらくスタートしたんだ。でこの盆栽祭りっていうのは、今の浜野会長がだから45年ぐらい前ですから、それこそ多分40代のもしくは30後半かな、頃に、まあ、若手の盆栽、この村のですね組合の会合があって、そこでぜひその盆栽祭りっていうのを開催したいと。で周りの反対がすごいあったらしいです。周りの反対っていうのは、この組合の方の業者の方が、そんなもう祭りなんかやったって人集まんないよって、まあそういう多分時代だったと思うんですよね。でそういう反対もあった。それから近隣住民の方の反対も当然あったわけで、ここ、123と盆栽お祭り始まるともうご存知の通りで車の出入りできなくなっちゃうわけですよ、お金の基地の方は、でましてや知らない人がもう全国から集まって家の周りをうろうろしてるわけなんで、そうするとやっぱり近隣住民の方の反対も相当あったはずなんです。市町村も含めてですよね。ということで、そのなんていうのかな、まあ、近隣住民の方の、まあ、ご協力とご理解があって、実はこの大盆栽祭りっていうのは開催されてるんだよと。それと、まあ、浜野会長ってやっぱりすごい人だったんだねっていうことをちょっと添えておきたかった。そう意外とあれも私が作ったみたいな。そうだから話変わっちゃうけど、作品展も
セット作品展？違うです。作風展だ。でしょ。ちっちゃくなっちゃって。びっくりした。セレクト作品ってちっちゃくなっちゃって。作風展もね、プロの方の登竜門と言われてる。あれはだってやっぱり若手のプロがやっぱり世の中にまあ認知されるようにっていうことで多分そういう場を設けたんだと思うんですけど、プロ同士のやっぱりそういう戦いみたいなやつはあんまりないですから、まあ戦いって言ってはいけないんだけど、でそういうのもまあ浜野会長がね、まあ尽力されたというふうに聞いてますので、まあ改めてそういうまあこの盆栽球を受け入れたということも含めてね、やはり浜野会長には、浜野会長が作ったというか、その最初の初期に携わったってこと、言い方の方が正しい。そう我々すごく持って聞いてるから一人でなんか立ち上げたみたいな感じになっちゃうけど、多分他の方も多分最終的には協力してね、もちろんそうじゃないとできないと思うんですけど、まあそういう発想で、まあ先見の明というか、まあやっぱりチャレンジ精神もあったし、ウェルカムだし、いろんなことにね、そういうことでまあその大盆栽祭りっていうのは開催されて、まあちょっと背景としてね、ちょっとご存知、認識していただければなということで、ちょっとおまけコーナーで言いたかったです。はい。何もないですよ。終わりです。はい。ありがとうございました。急に肺がなんだか。